名古屋もどうやら寒いです。羽賀紀之です。はい、皆さんこんにちは。今日もちょっと話の動画撮っていきたいなと思うんですけど、そろそろすみません、ちょっと何か企画やりたいんですけど、とりあえず今日も話で、はい、すみません。多分イタリアで紀之さん相当有名だったと思うんですけど、そうなるとやっぱいろんな有名人とかに多分会ってきてると思うんですよ。どういう方がいたのかなっていう。そんなに有名人とは会ってないよ。まあでも逆に俺もこの人有名なのかなっていうのがいまいちよく分かんない感じでいや有名な方は有名じゃないですか。だってまあじゃあイタリアから行こうか、はい、サッカー有名だもんね。サッカー有名で、はいはい、サッカー選手で会ったことあるのは AC ミランにいたセドルフとか、はい、AC ミランにいた選手も名前忘れたけどまあまあみんなあったよ。家の近所にまあまあ有名なストリートっていうかミラノの市内って結構サッカー選手 AC ミラノの選手住んでて、はい、まあご飯食べに行ったり、まあ、結構そのストリート行くんだけど、はい、そこでご飯食べてたらレストランの人が紹介してくれたり。ああそういうふうになってくるんですね。でもそのサッカーあんま興味なかったから、はい、この人そんなどんだけ有名なのかとかも分かんなかったし、はいはい、特にイタリアだとサッカーとかスポーツ関係だと自分が見てないと有名か分からないっていうさっきのそういうことですね。はい、本当申し訳ないです。でも確かにそうですもんね。日本から見る海外の有名な方ってやっぱスポーツ系の人がやっぱ多いですもんね。そうだね。うん、本当申し訳ないです。まあサッカー興味なかったんですね。サッカー以外はどうなんですか？サッカー以外も別にひたすらなんかゴルフばっかりしたような気がするんだけど、はい。まあでも AC ミランの練習してるとこ、はい、もう連れてかれたし、連れてかれたんじゃないですか？でその中に選手いっぱいいたんだけど、はい、誰が誰だかよく分からず AC ミランの練習場っていうかねホームに行くこと自体がお前すげえことだぞって言われるんだけど、なんかいまいち俺来ず、はい、イギリスに住んでた時も、はい、そのチームのオーナーの家でご飯食べてたら、はい、そのチームのオーナーがイギリスのサッカーチームの有名な選手をそのオーナーの家に連れてきて紹介されたんだけど、誰だこいつみたいな、はい、いまいちよく分からず、その時一緒にイギリスに遊びに来てた四輪の、ね、脇坂重和っていうドライバーの子がいるんだけど、はい、同い年なんだけど、重が「お前はアホか」っつって「あの有名なお前サッカー選手知らんのか」って言うの全然知らんしっつって、はい、サッカー選手そんなもんかな。自転車もイタリア有名なんだけど、はい、逆に自転車の選手は会ったことないかな。見に行ったりもしなかったから、はい、それ会う機会がなかったんだけど、なんか一人おったのいたな。忘れたな。そんなの。F1 はモンツァのレースの時にモンツァ招待されて見に行ったんだけど、いろんなドライバーさんと会ったんだけど、はい、まあ普通にこんにちはみたいな感じだったかな。でもね、ミハイル・シューマッハにはまだ会ってないんだよね。ミハイル・シューマッハさんは俺のファンだとかってですよね。耳にしたんだけど、はいはい、一回も会ったことないんだよね。あ、そうなんですね。バイクと F1 とかちょっと他のスポーツによりは近いじゃないですか。そっちの方がやっぱ興味あるんですか？まあ見においでって言ったら行くぐらいかな。自分で行きたいなっていうまででもないかな。それって別にサッカーとかもそうじゃないですか。見においでって言われたらいいじゃないですか。そうだね。なんか何がスポーツ好きなのだろうっつって、はい、特になかったかな。で他の有名人、アメリカでマイケル・ジョーダン選手に会いました。マイケル・ジョーダン選手がアメリカのソルトレイクの時にチームジョーダンっていうアメリカの AMA でチーム持ってて、はい、まあ、ワールドスーパーバイクのレース閉鎖で来てて、でマイケル・ジョーダンさんが僕に会いに来てくれて、はい、最初誰だこの人とかって思ったんだけど、はい、いや見るからにでけえなって、アメリカ人ってまあこんなもんだろうなって思いながら、じゃあマイネームですマイケル・ジョーダンうわーってで握手した瞬間になんだこのバカみたいな手みたいな、はいはいはい、今言ったらなんだろう、もうこれが俺の手だとしたら、マイケル・ジョーダン選手の手か本ぐらいな感じであ、これはバスケットボールこうやって持てるわなみたいな、はいはいはい、っていう印象がありましたね。すごいですね。マイケル・ジョーダンが会いに来てくれる。そうびっくりした。
いやそれ面白いですね。マイネームズマイケル・ジョーダンのそこで知るみたいな。Nice to meet you ありがとうございますみたいな。いやいやでも逆に嬉しいよ。なんでそうですよね。挨拶しに来てくれるなんてね、マイケル・ジョーダンさんも全然有名なのにさ、どこの馬の骨かわからない人に挨拶しに来てくれるってすごい嬉しいなって感じですね。そうですね、嬉しいですよね。あとはキアヌ・リーブスさん、キヌア・リーブスさん、どっち？キアヌ・リーブスさん、キアヌ・リーブスどっちさん？キアヌ・リーブス、キアヌ・リーブスさん、キヌア・リーブスさん、まあマトリックスの人も会いましたね。リーブスさんもバイクめちゃくちゃ好きみたいな。そうなんですね。嬉しい響きですよね。それは何ですか？レースの時に来てくださるってことですか？いやまあ当然そうでしょ。だってレースの時以外俺らに会うタイミングがないから、それもめがけてやばいですね。でも映画で見た人が目の前にいると感動。そうですよね。バスケットボールゴールしてる人が目の前にいると感動したもんね。はいはいはい。多分逆もそうなんじゃないですかね。それはありがたい。テレビ越しで見てた、走ってる人みたいな、はい。それはありがたいかな。そうで、あとはまあ会えるチャンスはなかったんだけど、南アフリカに行った時に、当時の大統領だと思って俺は行ったの。名前がネルソン・マンデーラさんって言うんだけど、俺はもうネルソン・マンデーラさんに会いたくて南アフリカに会えると思って行ったんだけど、多分俺が行った時にはもう亡くなってたんだと思うね。だからネルソン・マンデーラさんのなんかブレスレットにネルソン・マンデーラって書いてあるブレスレットもらって。もらったんですか？すげえ。あと誰だ？そんないないっすよ。そんなにないです。自分からは言わないじゃないですか、森さん。だからこっちから聞かないと多分出てこない。誰がいたっつって？スーツのああ、ジョルジャー・アルマーニさんね。あれですよね。スーツ買いに行ったら待ってたんですよね。そう。お出迎えしてくれたんですよね。そんなことないですかね。すごい。これ買わない本人がそれはそうですよね。それ買わないとかできないですよね。商売上手だよなっつって。多分ミラノなんかモンテナポレオーネってブランド街なんだけど、家から15分ぐらいのとこにあったんだけどね、多分そこにいっぱい有名人来てたと思うんだよね。俺も何人か多分すれ違ってると思うの。ブラブラ歩いてる時に、でも俺がそこまであの人みたいなのがないから分からないよね。そもそも分からないからってことですね。有名人と多分何回もすれ違ってると思うんだけど、俺が気づいてないんだよ。勉強不足です。声かけられたりとかあるわけですよね。声かけられたりはあります。声かけられて私誰々です誰だみたいなのは結構あるってことですか？はい。まあ 100% 誰ですかみたいな。あるね。とかなりますみたいな。でも分かってないみたいな。そういうのはもう多々あったよ。結局だから有名なのかもわからないまま終わってる人はいっぱいいるんでしょうね。勉強不足です。確かに日本とかだと有名人芸能人とかだったらある程度こっちでも分かってるんであれかもしれないですけど、あっちのタレントの人とかって分かんないですもんね。分からん。本当分からん。そうか。惜しいことしたんだなと思って。サインもらっときゃよかった。逆はあるかもしれないですね。みんなにどんどんサインを渡してるわけですよ。もらうことはせず渡すだけもらう。絶対向こうの人のサインの方が価値あるからさ、俺のサイン。どうなんですかね。いや間違いないですよ。だってマイケル・ジョーダンさんのサイン持ってたらよ。今だってお宝鑑定団持ってたらいくらになるかわからんよっつってね。可能性は大じゃん。母の利益のサイン持ってたって誰これ。それこそ先ほどのブレスレットとかやばそうですけど持ってったら。逆に日本はないんですか？日本の芸能人？はい。日本はないね。ないですか。テレビで見てよくテレビに出る人に会ったらこの人芸能人だなと思うけどさ、でもなんかテレビであんま見ない人で会った時に、この人芸能人なんですあるじゃん。そんな感じかな。なるほど。一般の方からした芸能人と会ったらすごいなみたいなのあるかもしれないですけど、そもそも芸能人かもどうかも分かんないですよね。分かんない。
逆に困りそうですね。分かんない人が来た時の対応みたいな微妙な誰だろうみたいな失礼になっちゃいますもんね。知らないは知らないで。なかなか会う機会ってないと思う。芸能人じゃない芸能人同士だったら会えるチャンスって多いじゃん。はいはい。俺も芸能人でもないし、なかなかない、はいはい。バレンティーノ・ロッシさんとの仲ってどうなんですか？普通だよ。たまにご飯食べたりする。さあ人であったらいいみたいな。こんな感じかな。はい。なんか聞いた話だとピアス。大昔にね、はい、俺ピアスはめてたらノリと一緒のピアスちょっと買ってきてくれとかどこで買えるんだって言うから、でやるようにって渡したことはある。同じものをつけたいって。そうでもそれを今つけとるかどうか知らんけどね。当時だから俺がつけてたピアスもイタリアとかでは手に入らなかったのか、どこで買えるんだって言ってたぐらいだからはい、はい、一緒のやつでいいなら買うよっつって、買って渡してあげたよ。すごいですね。まあでもその辺は普通に友達同士の中みたいなので別世界ですけど、なんか野々さんからしたらもう普通に友達みたいな感じですよね最後に会ったのが4年前、はい、2019年のバレンシア GP かな、はい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 、が最後だったかな。見に行って、はい、その時に喋ったのが最後かな。会話とかも普通にできるんですか？日本語じゃないですか？普通にイタリアに行った時は会話は普通にしてる。でもタイミングが、はい、ロッシュ GP で俺スーパーバイクで戦ってたから、はい、そのレースとレースのタイミングがなかなか合わずにあんまり会う機会がなかったね。ああいうイベントの時とかあったりしたりもしたけど、はいはい、住んでたところも僕ミラノに住んでたんだけど、ロッシュは逆にミザノサーキットの近くに住んでたから、それこそ300キロ車で300キロぐらい離れてたところだから、簡単にはね、遊びに行けるよね、っていう状況だったかな。だからなんか本当に機会少ないですけど、会ったタイミングに喋ったり、機会あるとか食べに行ったり、はい、どういう人なんですか？全然普通だよ。普通の人で普通の人ですか？へんてこなやつではないけど、逆に若い時をあんま知らんもんでね。別に125とか乗ってる頃はまだ知り合ってなかったから、その頃はなんかチャカチャカしてたらしいんだけど、知り合ったのが2002年とか3年ぐらいだよね。その頃にはもう大人っぽくはなってたかな。どんなスポーツでもそうかもしれないですけど、上の方に行けば行くほど結構尖ってる人が多そうですけどね。尖ってる、なんか別に、人による、なんかそれはいい意味でなんか持ってる人が多いようなイメージがありますけど。そうだね。それは人によるね、本当。なんかノリクさんも尖ってましたからね。いや、俺丸々ね。他にああいう人いないですよ。多分見た目から入っても。どういうこと？めちゃくちゃ派手じゃないですか。誰が？ノリクさん。あれは若気の至りって周り見ていましたか？いないですよね。年相応の通りも通ってきただけです。昔の写真を見たらそう思いました。ヤンキーだね。ヤンキーだなって思いましたね。イメージそれぐらいかな。これだけでもすごいんですけど、多分本当はもっといるんだろうなと思います。今出てこないだけで。いや、俺の中で23年間向こうにいて、一番思い出に残ってるのは南アフリカで食べたカツ丼なんだわ。日本じゃんカツ丼って発祥だったら、普段カツ丼なんてあんま食わんないけど、南アフリカで食べたカツ丼は、それこそこの間行ったフランスで食べたクロワッサンに次ぐ感動。南アフリカでこんな美味しいカツ丼食えるの？逆に日本で食べるカツ丼よりもうまいところですよ。みんな言われるよ。さ、日本から離れて何十時間も先っぽの南アフリカでちょうど腹減っとったのにそれで美味しい感じじゃないの？状況的ですね。でもね、今その店行けっつったらあるのかないのかも分かんないし、名前も覚えてないんだけど、南アフリカ着いて昼飯食いに行こうかっつってメカニックさんたちと車で40分走ったかな。なんか日本食が食べれるレストランにこう行って、そこで食べたカツ丼かな。でも南アフリカでケンタッキーも食べたことあるけど、南アフリカにもコールスローがあったよ。コールスローサラダですか？
そうなんですね。ちょっとキャベツの刻み方がぴったりだったけどあれが一番ケンタッキーで美味しいですかね。あれ外してケンタッキーはないもんね。ないですよね。ただ、ケンタッキーも2017、8年ぐらいからイタリアに入り始めて食べれるようになったけど、それまではイタリアにいなかったのね。で、唯一近いところにあったのがスイスだった。車で40分ぐらい行った隣のスイスだったんだけど、あとはイギリス、ドイツとかにもあったんだけど、ケンタッキー食べたいときはなんか本当にイギリスラウンドの楽しみだったし、有名人の話から食の話に変わっちゃったけど、まだまだ面白い話というか、向こうであった珍情報とかいろいろネタがあるので、もっと面白い話いっぱいあるんでね、楽しみにしてください。ぜひコラボとかしてもらえると。コラボ？大統領ですよ。目標は大統領じゃないですか。俺の YouTube の目標はデスパシート抜くですそうですね。65万、5億万回生どういうことですかね。目標はデスパシート。はい、ありがとうございます。じゃあ今回ちょっと有名人の聞きしたんで、あんまり有名人いませんでした。いや多分本当はもっといるんじゃないかなと思ってますけどはい、またいろいろ話してきたらなと思ってます。はい、ありがとうございます。